ちょっとこれを見ていただきたいんですけれども、これは犬の動かせる関節、可動関節の一例ですけれども、このグレーの部分が、軟骨です。皆さんもグルコサミンとかコンドロイチンとか日常的に耳にする言葉だと思うんですけれども、グルコサミンやコンドロイチンっていうのは軟骨の中の保水性とか弾力性を保つための材料なんですね。その材料を補給してあげるということはもちろん大切なんですけれども、軟骨そのものの土台を作っているのはタンパク質なんです。で、タンパク質の9割はコラーゲン。中でもタイプ2型のコラーゲンが軟骨にとって必要なものなんです。タイプ2型のコラーゲンというのは、今改めてですね、注目が集まっている栄養素なんです。そのことについてはまた後でお話ししますね。2型コラーゲンっていうのは、市販のサプリでも摂取することができますけれども、実は、手軽に食材からも、摂ることができるんです。先日ですね、カナダの獣医師、ドクター・ジョーンズのウェビナーに、参加したんですけれども、その時に先生がこれを紹介していらしてですね、もしかしてこれのことって、びっくりしたんですね。これです、これ。そうです。野源軟骨です。アメリカやカナダだと、スーパーで、野源軟骨なんか見ることはほとんどないので、アジアンマーケットに行くか、先生は、近くのお肉屋さんに行って、ちょっと問い合わせてみるようにっていうふうにおっしゃってましたけど、日本だと、そこら中で目にしますよね。簡単に手に入るので、これはラッキーと思ったんです。で、私自身はお肉を食べないので、ホルモン系とか軟骨系のことにちょっと疎くてですね、よくわからなかったんですけど、野源軟骨には肉付きのものと肉なしのものがあるみたいで、私は、肉なしのものを、おすすめします。なぜかっていうと、お肉にですね、脂肪が結構ついているので、これを一つ一つ取るっていうのが結構な手間なんですね。なので肉なしの方がいいかなと思っています。ここで誤解のないように一応言っておくと、犬にはですね、お肉についている脂肪みたいなものは、つまり冷めて硬くなるような油っていうのは、体に適していません。なのでできるだけ避けた方が、いいです。でもですね、オメガ3とかオメガ6とか不飽和脂肪酸って言われるものは犬の体にとっても必須の栄養素ですから、その油は取る必要が絶対にあります。ですので、お肉の脂肪とはまた別に分けて考えてください。で、野源軟骨を与えるときにですね、ただあげるんですけど、一つだけ注意が必要になります。それは、2型コラーゲンというのは熱に弱いということなんです。ですから基本的には生で与えることが理想的です。だいたい37度ぐらいまでは性質が変わらないそうなので、ぬるま湯で洗うぐらいは大丈夫です。でも、茹でたりなんかすると2型のコラーゲンは失われてしまいます。日本のスーパーにあるお肉類全てに言えると思いますけど、野源軟骨も人が生で食べることを想定していないので、菌がついていることは十分予想できます。動物用にお肉を販売しているところはどうでしょうね。どういう処理をしてらっしゃるのか私はわからないんですけど、おすすめの動物用のお肉屋さんがある方はコメント欄で教えていただけると嬉しいです。で、今のところ私はスーパーで売ってるような軟骨を、ブレアに与えてるんですけれども、どうやって与えてるかっていうと、ですね、軽く水洗いをして、そして少しだけアップルサイダービネガーを入れて、気休めかもしれないんですけど、殺菌に、しています。私が使っているアップルサイダービネガーは酵母入りなので、なんとかお腹の中で菌と戦ってくれるといいなと思っています。あんまり入れすぎると酸っぱくて嫌がられるので、ちょっとだけです。いや、うちはシニアだし生をあげることには抵抗があるっていう方はですね、市販のサプリを検討されてみてください。自己免疫疾患、
つまり自分の体が間違って自身の体を攻撃してしまう状態ですけれども、この時に、攻撃されるものが、体内のコラーゲンなんです。そもそもなぜですね、今現代社会に人と暮らすペットの中に自己免疫疾患がなぜこんなに多いのかっていうのはですね、それにはワクチンが大きく関与していると言われています。それについてはですね、こちらの動画で詳しくお話ししていますので、興味ある方は見てみてください。2型のコラーゲンのすごいところはですね、自分の細胞を攻撃しようとしてしまっている免疫に対してですね、いいんだよ、攻撃しなくていいんだよ、自分は攻撃しちゃダメなんだよっていうふうにですね、免疫に対して再教育をしてくれるっていうところ、これが2型コラーゲンのすごいところなんです。そしてそれだけではなくて、痛みや炎症を抑えてくれる。そして、抑えてくれるだけではなくて、軟骨のすり減りを、遅らせてあげることができる。そういった力があるんです。シニア犬だけでなく全ての犬、特に自己免疫疾患を、患っているようなワンちゃんにはもう絶対に必要な、ものが2型コラーゲンなんです。ドクター・ジョーンズはですね、安楽死の中で一番多い原因が歩行困難、そして2番目ががんだとおっしゃってました。日本はちょっと文化的な違いがあって、安楽死させる割合っていうのはすごく低いとは思うんですけれども、私たちも最後まで歩ける、犬自身が幸せな状態をなるべく長く、いわゆる健康寿命ですよね。健康寿命を長く保って、一生を全うしてもらいたいなと思ってると思うんです。そのためにですね、関節の炎症、痛み、これを普段から気をつけてあげることがとても大切です。それが原因で少しずつ歩けなくなる、歩きたくなくなる、そういうことが重なって歩行困難、そして起き上がれない、そして寝たきりというふうに症状が少しずつ進んでいくからです。ですので、2型のコラーゲン、ぜひ、お試しください。最後にですね、ブレアに食レポをしてもらって終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。